土屋先生の UL ハイキング大学 in 山と道講義3、三角テントからドームテントに至る過程。じゃあ今日はテント編ということで、UL ハイキング大学第3校になりますね。おなじみの講師土屋さんに来ていただいてますので、はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ハイカーズデポの土屋です。今日で3回目ということで、バックパック1回目で2回目シューズっていうので、歴史を、見ながらその商品の、全体像というか概要とかを知ってもらった上で、ショップスタッフの人にはお客さんとのねコミュニケーションとか含めて、役に立てればいいなというので、やらせてもらってます。で、今回は第3回目でテントです。ハイカーにとって、バックパック、荷物運ぶバックパック大事だし、歩くっていう部分があるんで靴も大事。もちろんハイキングの形態の中には、日帰りをするデイハイキングもあるし、山小屋とか日本だったらね、山小屋使ったりだとか、海外でもハット使ったりだとか、小屋を使いながら旅をする方法もやっぱあるだろうし、ただ、なんといってもやっぱ自然の中で、自由に寝泊まりをしながら旅をする道具としてテントっていうのはやっぱ大事なんじゃないのかな。大和道でも大事にしているそのウルトラライトハイキングっていうものの中で、しばしばベースウェイト、第1回目でも話しましたけど、そういう話が出てくるんだけども、ベースウェイトって基本的にはやっぱりオーバーナイト、テント泊の時の道具っていうのが前提になってるんですよね。なのでやっぱりウルトラライトハイキングだとか、それを生み出した長距離ハイキングとかっていうものを考えていく上で、テント泊っていうのは欠かせないエッセンスの一つなんじゃないのかなと思います。で、今日はそのテントに関して話していきたいなと思います。で、テントっていう一口に言っても、テントの歴史を語りますなんて話になってくると、多分バックパックとか以上に多分その建築関係の人とかから、例えば遊牧民のゲルみたいなものだったりとか、ネイティブアメリカのティピーみたいなものだったりだとか、世界にいろいろ先住民なんかがその狩猟採集の際にその場での拠点として使うような小屋とかですよね。日本なんかでも山菜取るために奥見表の方とかだったらゼンマイ取るための小屋を作ったりだとかっていうのがあるから、そういうのも全部テントシェルターって言っちゃうととてもじゃないけど話がとっちらかりすぎちゃうので、今日は基本的に近代以降の登山、1850年代以降のヨーロッパのアルプス黄金期というか、アルプスなんかの初登頂時代、アルピニズムの初期の頃からのテントの形だったりだとか、1950年代以降って言っていいかな、アメリカのそのバックパッキングの歴史の中で使われてきたテントで、そういうのを含めた上で日本のテントみたいなものとかを見ながらちょっと話をしていきたいなと思います。で、後半は実際にそこで話したようなものとかを実際に立てる時のポイントだとか、そういったものなんかにも話がいければいいなと思います。テントどういうのかってなると、僕ら普通にテントっていうと、大体山始めると山岳用のダブルウォールテント、日本でよく売られてるね、新井テントさん、モンベルさん、あとヘリテージさんとか、HCS さんなんかの、いわゆる山岳テントがすごく山に行くと一番目に入るから、そういうものだって思っちゃいがちなんだけども、これちょうどエドワード・ウィンパーってマッターホルンの初登頂をした人の書籍の中とかで出てくる挿絵なんだけども、19世紀後半中旬か1850年代とかそれ以前とかなんかだと、やっぱり軽いテントはそもそもないので、その時期のスケッチとか見ててもタープなんだよね。アルプスでタープが使われてます。だから日本でUL の文脈だとね、タープで寝泊まりするみたいなのもあるし、実際に実践してる人ってこの中でも多くいると思うんだけれども、日本だと山でタープってなかなかイメージ湧かないんだけども、実際にはアルプスなんかでも実際にタープが使われていた。タープとか雨を避けるための布っていう感じだよね。そこで屋根を作って雨風をしのぐ。で、日本でもやっぱりいわゆる北アルプスを探検的に登山をしていた時代なんかも、タープは普通に案内人の人たちなんかがタープを張って、その下で夜露をしのぐ、雨をしのぐっていうのが行われてました。なのでなんだかんだでこういう布一枚のタープっていうのは山で寝る際の一番原初的なというか、近代登山以降においてもこれは一番オリジンの形というか起源というのかな、一番原初的な形っていうのはやっぱりタープなんだっていうのは一つ頭の中に入れといてもらえればいいなと思います。
じゃあその次にどういうのが出てきたかっていうと、さっきも出てきたエドワード・ウィンパーってマッターホルン初登頂した人って言ったんだけども、その人が使ったのがウィンパー型のテント。ウィキペディアにもページは日本語でございますので、気になる方はウィキペディアで調べていただいてもよろしいと思います。まあこれはそのウィンパーが1860年にマッターホルンを初登頂した時なんかに使われたテントです。で 1.8×1.8×1.7 形状的には今そのサイズ感的には今でいうところの大体2、3人用テントに相当するようなサイズ感で、それのさらに天井がまだかなり高いんだよね。170とかなので。かなりこう上にギュンって伸びた形なんだけど、いわゆるこう三角テントって言われるようなテントの形で、これがいわゆるタープから次に行くのってここなんですよね。でこれすごいツェルトに形に似てますよね。で実際ここから後でまた話すんだけども、多くの登山者が今イメージしているドーム型のテント、2本のポールを交差させてしならせて使うドーム型のテント、それができるのが1970年代ぐらいなんですよ。でソロ用のものが出てくるのが1980年代とかになってからなんだけども、実際1970年代にドーム型のテントができる前までこれがスタンダードっていう時期がありました。で実際夏目さんなんかも2011年以降2010年代の、前半とかかななんかはツェルトをすごく活用して北アルプスなんかも行ってらしたんだけども、そのツェルトの形、その原型っていうものが実はこういう早い時代から来てる。で1970年代まで100年とは言わないまでも100年か100年弱実はこの形っていうのが実はスタンダードに近いものだった。でこれのバリエーションっていうのがこの後やっぱりどんどん実は出てきます。でママリーっていうのはより高くより困難にっていう言葉、アルピニズム、ヨーロッパのアルピニズムの一番エッセンスを言葉にした人なんですよね。ちょうど彼が活躍したのっていうのはヨーロッパアルプスなんかの4000メーター以上の高峰があらかた登られた後、彼はシーンに躍り出ていって初登頂の争いが終わっちゃった後だから、要は今でいうバリエーションルート、より困難な道路から特に岩登りをやったりだとか、あとそのガイドをつけない登山っていうのを一番打ち出した最初期の人だと思ってください。だから特にガイドをつけない登山ってなってくると、アルピニズムの文脈の中というかアルピニズムの世界の中での話なんだけれども、僕らハイカーにとってはそのガイドをつけないで僕ら自分自身で歩けるところを歩くっていうね行為をすることが多いので、ちょっとそういう部分でも実はちょっと共通点というかあるのかなと思ったりもします。で彼なんかはこのウィンパーテントを改良したテントにするんですよね。側壁をちょっと立ち上げる、壁をちょっと立ち上げて居住性を上げていきます。で梁綱張って耐風性をもっと上げてきます。で支柱に関してっていうのは当時だったらピッケルを使ってるんですよね。今だとピッケルって50センチ前後とかの短いやつにどんどんここ10年15年でもシフトしてってたんだけど、僕が学生時代とかでも70センチとか65センチぐらいだったのを考えると、この当時は 1.2 メーターだかなり実は長いピッケルを実は使ってる時代なんだけども、ピッケルを支柱にして建てるテントですね。で実はすごく短い期間なんだけども、支柱をピッケルを応用するみたいな形にしてて、布地も変えてて、実はここだけでも10キロ前後から2キロ弱まで実はここで軽量化は実は1870年代とかかな、その当時で軽くなって、結構ここで見といてほしいのが梁綱をいろんなところで張って固定点を増やしていくっていうところと、壁を立ち上げる、ある意味これってタイアウトループから布を引っ張り出して中の空間広げる形にも似てるんだけども、結局ポイントとして固定点を増やして耐候性を上げてるっていう部分と、あとは壁を立ち上げることで居住空間を増やしている。で結構この2つっていうのはこの先もそのテントを考えていくにあたって実はすごく重要なポイントになってきます。じゃあこういうテントがどれぐらい使われていたのかなってことになってくると、実はこういうテントってヨーロッパアルプスで使われた後にヒマラヤなんかでも使われるんですね。じゃあこういった三角テント、さっき言った100年以上実は続いてきますよってなるんだけど、戦前昭和11年とか12年なんかの当時の日本の山岳会なんかの主流を占めていた大学の山岳部ですね。
ある程度こうその当時だったらば社会的にも経済的にも恵まれた子弟たちがやっぱり大学ってやっぱり行ってたんだけど、そういったところでの海外遠征だったりだとか国内のその冬季の登山なんかっていうところでも実はセル的なものっていうのは使われているし、エベレスト登頂の時なんかもこういう形の三角テントこれなんかも今だったらセルトにインナーポール入れた形っていうのが実はスタンダードだ。これってスタンダードなだけじゃなくって実際にヒマラヤで使われたりだとかしていたっていうことも考えた時に、さっき固定テンの話をしたんだけども、僕らがテントとかを店頭とかでもお客さんと話してる時に今やっぱりこうドームテントが風強いんですよねって話ってよく出てくると思うんだよね。それがねどんどん言ってしまうとドームテントじゃなきゃダメなんですよねっていうようなのを多分店頭で特に UL 始めていわゆる非自立型のシェルターを使ってみたいとかっていう思いを持ってる子たちが不安に思ってることの要素の一個でもあると思うんですよね。でも実際にはヒマラヤでも使われていたし、じゃあドームテントができたのっていつなんですかっていうと、実は登山用のものは1970年代以降なんだっていうのを考えた時に実はこういうものっていうのもちゃんと立てれば十分コンディションが悪い中でも使いうる道具の一個なんだっていうのは一つ歴史的に見て覚えてもらうといいと思います。でさっきのそれのポイントっていうのが固定点をたくさん取るみたいな。じゃあこういう家型系のテント、やっぱりその当時登山っていうとさっきのここのより高くより困難にじゃないけどもヨーロッパ発祥のアルピニズムっていうものが近代登山のベースを作っているし、当然日本に入ってきたのもそのヨーロッパからのアルピニズムだったので、そういったものがベースになっていきます。じゃあそのストーリーの中でじゃあ次にどういうテントが日本で出たのかってなると、実はピラミッドです。さっきTP タイプの話したんだけど、ピラミッドタイプの今でいうワンポールテントって言ったりだとかピラミッドシェルターみたいなの言われ方だとかいろんな話があるけども、言ってしまえば四角形もしくは多角形、場合によっては円形のフロアがあるもので、それに対して中から一本つっかい棒を入れることによってとんがり帽子みたいなね形のテントを作ってきます。でちょうど日本だと三角テントが1909年片桐が作る。でこの他に、吉田テントさん、ここにも出てくるね、吉田テントさん、その当時だと個人でどうこうではなくて今言ったみたいにその海外遠征のためですね。これなんかも局地遠征のためとかなんだよね。このテントなんかは1909年に小島臼井、日本で南アルプスを縦走する際に日本山岳会の重鎮というかが本当に最初期の頃、日本の登山がまださっき言った探検的な登山をしてた時代なんかに作ったやつだったりだとか、これよく写真他でも紹介されたりとかするけど、上村直美さんが北極点到達とかの時に使ったのもピラミッド型のシェルター、これも吉田テントさんとか。僕らがよく見るピラミッド型のシェルターっていうのも実は歴史がかなり古いです。ついついそのドーム型のテントしか知らないとピラミッド型のシェルターとかっていうのはある意味ちょっと奇をてらったものに思われてしまったりだとか、なんか最近のものなんでしょうって言われ方を実はされるんですけども、実はテントの歴史全体を見ていった中ではこういうピラミッド型のシェルターっていうのは実は最初期の方からあるものでしたっていうのも知っておくと、結構みんなの中でそうなんだみたいな部分だと思うんですよね。だからこういうのとよくこういった四角錐もしくは円錐の形のとんがり屋根のテントって風に対しても風を受け流しやすい、テンションをかけた時にっていうのがあるので、実際に極地や高地なんかでも使われてましたっていうのを一つ知っておいてもらうといいと思います。2020世紀入ってすぐぐらいですね。1850年代からスタートしてこの50年間の中で実はこういう風なバリエーション、タープ的なただの布から家型テントの原型に行き、ピラミッド型、円錐型、角錐型のテントにどんどんバリエーションが増えていくというか、進化をしていくっていう形になっていきます。何かご質問とかはございますか？ピラミッドのテントって、古くからあったようなイメージがあったんですけど、それまではなかったんですか？多分そこって登山のテントとしてはっていう感じだと思うんですよね。当然ティピーとかピラミッド型のものって居住するものとしては世界各地のいろんな民族で一般的には使われ、一般的というか別にそういうところではポピュラーだと思うんですよね。僕らが知ってるネイティブアメリカの TP なんかもそうですし、北方だったらサーミとかもああいう円錐型の
移動型のテントというか移動型の居住の形態をとってたので遊牧民なんかはかなり使っていた。けれどもテントだと自分なんかもこういう感じで教わってきたし、まあ少なくとも日本なんかだとそのさっきのこの小島碓井が使ったやつとかっていうのがまあ円錐型のものだったっていうのはこれ多分ね北アルプス天王記とかでも見れますよね。映画でも多分このシーンっていうかこういうテントを持ってくるところが確か映像であったはずなので見れると思います。でヨーロッパではまあ基本的にはウィンパーテントママリーテントの方がやっぱり主流だ。もしかしたらこの当時とかにこういったものとかを実際作ってる人とかはいたのかもしれないんだけども大きな登山史の本流の中ではピラミッド型のテントってどっちかというと極地旅行に入ってからっていうのの方が認識としてはいいんじゃないのかなとは思います。2つあるんですけど、はい。初期のテントとかタープって素材は何だったんですかね。もう一個ピラミッド型ウィンパー型とかは、はい、それはフレームが入ってもいるんですかね。そのウィンパー型のものとか金属製のポールを天井の一点に集中させるって書いてあるんで、その4方向にフレームが入ってる状態なんですかね。そうですそうです。この昔のやつだと、基本的には帆布、あとフロアレスのシェルターを使うときに床のところにまあ昔だったらタイベックとかだったりとか、今だったらまあタイベック耐水圧的にまあ浸透してきた部分もあるからポリエチレンシートというかビニールシート的なものとかを下に引くよね。この当時のやつも実は床はついてないです。床はゴム引きのマットとかを床は床で別にやる。でこのスタイルは実はこの後ずっとボーイスカートで使うのは家型テントになってからも床は別付け。まあ非常にまあ構造的には今の UL 的なスタイルと似てると思います。素材的には基本的には帆布が中心。でポールに関しては木。だから丈夫な木材を使ってる。でその木材を一本のもので持つ場合もあればコンパクトにするために真ん中にこうなんか継ぎの部分を作って二分割にできるようにするみたいな感じのこととかをしています。発想的にはテントポールとかがカチャカチャカチャってなったりとかセルトとかシェルターで設営するようなカーボンやアルミのポールとかの分割を増やしていってコンパクトにするっていう発想とまあ実は何ら変わりはない。でその金属部分っていうのはそのジョイントここの部分なんかのこういう部分ですよね。こういう交点のジョイントの部分とかに金属で固定点を作るとかそういう感じになってる。でママリーのテントで面白いのがそのピッケルを使ってそのいわゆるテントのためのポールを持ってかない必ず持っていくもので支柱にする。うちらがトレッキングポール持っててトレッキングポールを使うっていうのと実は発想としては一緒。1.6 キロだったらそう軽いですよね。かなり軽いと思います。だから高さも高さ50センチ以上減ってるんですよ。で幅もちっちゃくはなってる。でやることってやっぱテントのサイズをちっちゃくして軽量化しましょうっていうことと実は昔からやってることって変わりがないっていうのはこういうのでも見て取れるかなとは思います。ちょっと素材の話になったのでいわゆるツエルトとかも1970年次に石井スポーツさんの ところが出していく荒井テントに作ってもらって出したのがツェルト、いわゆる今の形の底がこう合わさるツェルトの始まりなんだけれども出た当初は 950g その時はね70デニールのナイロンタフタで 950g だったから素材はその後もどんどん薄く軽くみたいになってってる。サイズは今のと同じぐらいの石井スポーツさんで作ってたやつのサイズ感が、幅が130長さが180高さが110ちょっと天井高が高くて長さっていうのかながちょっと短い感じかな今のものからすると。ここら辺までの話って意外と自分なんかはハイカーズデポ始めてその2011年かの時にこうファイントラックさんにそのシェルトを作ってもらったりだとかテルト2ロングそのセルトの別注なんかを始めた時なんかに昔からこう多少知ってはいたんだけどかなり意識的にこう見るようになったのってやっぱそこのところだったんですよね。実際こういうの見てた時なんかにタイアウト取ればもっといいじゃんもそうだしこの形でできてるんだったらばセルトってもっと本当に積極的に使えるじゃんとかっていうのはこう歴史的なのを知ってこう先祖代わりをするじゃないけれどもで僕らがいいなっていうかこう試食したというか思ったレイジャーディンとかが使ってるのはタープなんだタープだったらこれだなとかネタと言っては変だけども歴史を本当に知ることでこれって今にも使えるんじゃんっ
今でもこれってありなんじゃんとかっていうのが実はこういうところで詰まってた。だからその当時なんかもね、ゴーライトのヘックスみたいなピラミッド型のシェルターとか、ブラックダイヤモンドのメガライトとか、そういうものなんかがまだまだあったりだとかして、あ、なんだここで使ってんじゃんみたいなのがすごく見えてくるので、ウルトラライトって物事をシンプルにしていく、軽くするっていうことの中にはシンプルにもあると思うんですけども、そういう時に実はこういう昔のものとかっていうのを見直した時にちゃんと今に通じるものっていうのは出てくるんじゃないのかなと思っています。ということでここからようやくドームテントの話になっていくんですけど、一応ちょっとチェルトの話もしときますか。チェルトって今話したようにこういうウィンパーテント、三角屋根のウィンパーテント、ママリーのこういうテントを原点にした、そこを元祖にした上でずっと続いてきた形。なのでずっと物としてはあるんだけれども、で特にその当時は床がない形だったんだけども、さっき言ったみたいに床は別、ゴム敷きとかを持っていくとか、昔だとボーイスカウトとかそういうの学校のキャンプとかで林間学校とかでその常設のテントとかがあると、こういう U 型のテントがあって、中を行くと床がまた別の生地で置いてあって、全部紐でこう床を壁面に結んでるみたいなのとかっていうのが、その大学の山岳部なんか使ってるものもあったんだけども、いわゆる僕らが知ってるみたいなツエルトって床が別体ではなくって、壁面から伸びてきたものとかをくるんってやって真ん中で結び合わせるっていう形が基本になるんだけども、そういうような形に進化していって、これが商品として売られるようになったのってのはさっき言った1970年代の頭です。この当時もう結局ツェルトって市場用の側面はやっぱあったんですよね。だけどこれを積極的に使ってったのっていうのは、この当時ソロテントってほぼほぼないんですよ。だから登山で使うテントって2、3人用、4、5人用、8人用みたいな、遠征もそうですけどソロでやるっていうのは実はやってる人たちはいたんだけど、登山のスタイル、登山の仕方の保守本流としては、王道としてはいわゆるパーティーを組んでの登山。それはやっぱり初登頂とかより高くより険しくみたいなことを考えていくと、ある程度一人でやれることに限界があるので、組織的にきちんとしたパーティーを作った上で登山をしていくっていうのが王道でした。だからソロテントっていう考え方って実はほとんどないんですよね。ただ国内で岸壁登攀とかをしていく際に2人とかの少人数のパーティーでやる登山も当然出てくるので、そういう時に今現状出ていたそのテントっていうのは重たいよねっていうんで、当時さっき言った 950g だったけれども、それでも軽かったからこういうものを使うっていうのがありました。じゃあテントが重たいので、その1970年代にセルトが出てきましたっていうこういった話をしたんだけれども、その時のテント、ドームテントようやく出てきます。ここでこの中でビル・モスってモステントっていうのを知ってる人たちがどれぐらいいるのかはあれなんですが、ニューヨーク近代美術館だよね、MoMAにも、所蔵されてるテントを作ったビル・モスっていう人がいるんですけども、いわゆるここまでの時のテントってここドームテントになって一番何が違ったかっていうと、ポールが湾曲するんですよね。それまでのテントってさっき言った木の棒を使ってる、ピッケルを使ってるとか、どれもそうだけども硬いもので、僕らも今だとカーボンポールでしなるものを使う人もいるけども、セルトとかタープとかシェルター立てるときってトレッキングポールとかでしならないものを使うじゃないですか。だからここまでのテントってある種直線的な形で、直線的な構造体でできてて、ポールもしならない直線だったものが、そこで曲がるフレーム、曲線のフレームっていうのが出てきます。一番最初これっていうのが、この写真そうなんだけどもグラスファイバーだと思います。で曲げるポール作って形をだから成形するっていうのが、モステントっていうのを作ったビル・モスっていう人が、曲げたフレームが元に戻ろうとする力を利用して布地を外に張り出すっていうことをしたのが1950年55年。この後1975年にアメリカだったらばノースフェイスがオーバルインテンションっていうジオデシック構造とか、富士山のレーダードーム半球に近い形ですね。だから今の上から見た時なんかもこういう丸に近い形で、今のドームテントってみんながイメージするのって四角でこういう形じゃない。だからこの当時のってもうポールがもうこういう感じ。とりあえず形はともかくドームテントが出てくるのが1950年代以降です。
特に日本だと1970年代にエスパースが作ってダンロップが吊り下げ式を作ってっていうここら辺でドームテントがまあ出てきます。でだからこの当時だとこういうドームテントっていうのが複数人数用のものだったのでだからこういうのできたけど重たいんですよっていうふうに考えてもらうといいです。日本だと一般的にさっき言ったドームテントって今の山岳テントのスタンダードなので、風に強いんですよね雨に強いんですよねみたいな形にはなってるんだけどもドームテントの最大のメリットは、そこではないと思います。言っちゃえばその対抗性の部分に関して言ったらば極地で使われているこういうテントもあったわけなので別にこれだけの専売特許ではないんですよね。まあ設営に関して言うとポイントは3つなのかなと思います。一つはやっぱり非自立式のものよりはドーム型の自立式のものの方が設営のイメージを作りやすい。設営が早いとか簡単っていうことではちょっとないと思うんですけども出来上がった形とかその設営の手順とかをイメージしやすい。ポールを入れてやればいいとか簡単だっていうイメージがみんなに湧きやすい。慣れちゃえば別にセルトも簡単だよとか非自立式も問題ないよっていう人ほとんどだと思うんですよここにいる人って。だから簡単かどうかではないんですよね。簡単な風にイメージができるっていうのが実は一個すごくテントを使う上でのハードルを下げてると思います。それが1点。まあ機能的な面とか実用的な面で考えた場合今の話はさっきイメージの話だけれどもっていうのは居住空間が広い直線的な形で構造されてるテントの場合って横から見た時に壁がこう倒れてますよね。で多分これはみんななんかこうワンポールテントを使った人とかだとイメージできると思うんですよすぐ。結構狭い。寝るスペースは十分。でも座るとなんか頭ついちゃうみたいな壁が寝てるのでどうしても居住空間が狭くなる。でこれがドームテントになるとこうなるんだよね。だからこの分だけ居住空間が増える。なのでここに人が座った時に座れるんだよねギリギリまで。だからドームテントになることで一番実は大きかったのって居住スペースが増えたこと。だからこれ頭当たんないようにするとすごく狭くなっちゃうよね。この人も入ろうとすると膝当たっちゃいますみたいな。だから実はドームテントにすることで特にさっき言ったみたいに登山の形として複数で登るっていうのが当たり前だった時テントも一つでみんな収容するっていうのが当たり前だった時に、この居住スペースが大きくなるっていうのはすごくメリットなんだよね。これと同時に起こることっていうのが設営面積がだから少なくて済む。同じ空間をこの手のテントで持とうとするとこうなるよね。そうなると床面積ってすごく増えるじゃないですか。1.5 倍ぐらいにはなるんじゃないのかな。高さによって変わるからあれだけどね。でも確実に同じ居住空間を取ろうとすると大きくなるのってわかるよね。お店で建ててるの見た時とかにワンポールのシェルターとドームテント建ててると設営面積は違うってあるじゃないですか。だからみんななんかいると思うんだよね。ワンポールシェルター買うんだけどやべえ天板に行って貼れるスペース残ってるかなみたいなのって絶対あるじゃないですか。これが実は一番ポイントなんですよね。でさらに同時にこのテントこの図が一番わかりやすいかな。もちろん耐風性を上げるためにはドームテントも張り綱張らないと意味がないんですよ。なんだけれどもとにかく形を作るっていうことに関して言ってしまえばポールを入れるだけで成立しますよね。でもこの手のテントっていうのは張り綱を張り出さないと形にならない。なのでこの床面積以上に実はスペースを多く取らなきゃいけなくなる。なのでドーム型テントっていうのが日本で特にすごく広まっていった最大の理由っていうのは同じ面積だったらば居住空間を広く取れるっていう居住空間が取れることと形として作る際の設営面積っていうのが非常に小さくて済む。でそれは日本の国土にもあると思うんだよね。北アルプスの天場もそうだしどこでも日本で山歩いてると天場あれだしそれこそいわゆるテントサイトじゃないところとかで野宿をするだとかそういうことをしようと思った時にフラットなオープンスペースを探すのってやっぱ難しいじゃないですか。広いそういうケース多いと思うんだけどもそういうのを考えてた時にドームテントの出現っていうのはそういう問題を一気に解消してくれた。だから日本だとドームテントがどんどん主流化していく。だから実際こんだけドームテントは日本だけ。ヨーロッパのテントだとかまぼこ型のテントっていうのかな。こういうふうに2本のポールをやってこういう形状をしてる。そう。こういうかまぼこ型のテントでポールはここと
ここに入ってますみたいなのとかがヨーロッパだと多かったりとかする。で局地遠征なんかもこれでいってる。で実際これって台風性出るんで、なので北欧なんかだったらひどいよね。さっきヒルバーグって出たけども、ヒルバーグって北欧のメーカーさんじゃないですか。だから北欧の地理的環境を考えると別に狭くする必要ないじゃん。いっぱい取れるんだから。ってなったらばドームテントに固執する必要性ないんですよ。なのでそういう、日本ならではの環境とかっていうのもあってだと思います。だから個人的にはそのテントの形ってそこのメーカーさんが生まれた場所の地理的環境とかにもかなり左右されてるなって僕は思います。でもちろんそのドームテントが風に弱いわけでは当然ないし、ちゃんとあれば強いんだけれども、でもその風に強いっていうところだけにフォーカスをしてしまうと実はちょっと見えてこなくなるものがある。で特にその風に強いってことだけに注目してしまうと他のものが風に弱いって思っちゃうんだけど、さっきも何回も言ってるけども別にウィンパーテントみたいなものも極地で使われてきました。ピラミッド型もそうです。ヨーロッパだったらばこういうかまぼこ型のテントも使われてた。でこれをヨーロッパとは極地遠征にも使ってました。って考えると風に対する強さっていうのはどのテントもちゃんと設営をすれば実用上全く問題のないレベルになるんですよと。だから他のところにポイントがあるっていうのはみんながテントを考えるとき、あとは店頭とかいろんなところでその大和道のユーザーさんとかから質問を投げかけられた時なんかに話していってあげられることなんじゃないのかなと思います。